空が青いな。はい、おはようございます。今日は10月の26日日曜日でございます。ということでね、今日もですね、雨模様でございます。はい、1週間ぐらいですかね、雨続いてるんですかね。やっぱり季節の変わり目ということで、植物はね、雨がいっぱい降って、喜んでいるような感じがします。はい。この後ね、多分晴れてくると思うので、少し気温もね、上がるんじゃないかなと思っております。はい。そうするとね、やっぱりどうしても僕がですね、頭の中にずっとこびりついてるのがですね、はい、やはり、一次産業なんですよ。はい。農業、漁業、畜産業、林業、この第一産業がですね、やはり失われつつあると、やはりですね、この第一次の産業がですね、皆さん高齢化に伴ってですね、手放してしまうとですね、いわゆる人間の生活の根本の基盤がですね揺るがしてしまうと。どっか他の国からね輸入すればいいじゃないかということで、ガンガンね輸入するということも、政策としてはいいかもしれませんが、やはり、自給自足ができる状況を作っておかないと、非常にですね、島国日本はですね、やはり、食糧危機とは言いませんけれども、やはり外国のね、世界情勢に影響されてしまうということでございますのでね、この一次産業というのはですね、一長一短では、例えば初めてね1ヶ月でお給料がもらえると、毎月コンスタントにお給料がもらえると、そういうものではございませんのでね、非常に時間かかります。収入を得るまでに非常に時間がかかります。はい。しかもですね、お米農家さんなんかは年に1回しか収入がないと、そういう状況になりますんでね、あと他はもう例えば畜産業だとか漁業とかも、準備して、1年2年3年後に収入なんていうこともねありえますんでね、ぜひ、なんとか残していかなきゃいけないと、またはその第一産業が、儲かればですね、日本の経済も上向きしていくんではないかなと、そういうふうに考えておるわけでございますが、私一人のね力なんて、何もできないと思います。はい。ですが、少しでもね、この YouTube を見ていただいている皆さんで、共感していただける方がいらっしゃいましたらね、ぜひ、集まって、そして、対策をね、練っていければいいななんて思っております。はい。キーワードは Be Independent、独立してですね、個人一人一人がですね、何か災害等起きてもですね、食べていけるように、生活できるように、生きていけるように、はい、なんとかね、しなきゃいけないなと思っておるわけでございます。大それたことを言いますけれども、私なんてね、何もできませんけれども、はい、なんとかねやっていかなきゃいけないかなってずっと思っちゃって、なんかしちゃったりしてるわけでございます。はい。ということで、朝から重たい話になりましたけれども、よろしくお願いいたします。に月はい、それではね、毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。はい。今日はねちょっとレコードが入ったんでレコードいきます。じゃーん。じゃーん。じゃーん。
じゃーん。じゃーん。これをね、写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をね、メルカリにアップしていきたいと思います。はい、それではですね、メルカリで売れた商品をね、梱包していきたいと思います。はい、ということでね、出荷する梱包のね、映像を見せられてもね、つまんないでしょうからね、早朝冒頭ね、お話しさせていただいた一次産業なんですけど、何を今更言ってんだとかね、何を言ってんだみたいな方もね、多分いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、皆さんよく生活を考えていただきたいんですけども、今食べ物もね、便利になりまして、どこで食べるものもですね、非常に、簡単に食べることがね、できる世の中だと思いますが、すべてですね、その食べ物の、元となっている野菜やお肉やお魚や、調味料も含めてですね、すべて、第一次産業の方が、育てた、作物で、食べ物ができているということを、よく、もう一度再度認識していただきたいと思います。ということはですね、どういうことかというと、今、高齢化でですね、皆さんですね、後継ぎが皆さんサラリーマンになってしまって、もう、今現役でやられている方が、終わったら、もう農業はやめると、漁業もやめると、畜産業もやめる、林業もやめるという方がいっぱいいらっしゃるわけでございます。はい。そうするとどうなるかと言いますとですね、食べるものをすべて、作らないということになりますので、そうするとどうなるかと言いますと、食べるものがなくなるということでございます。はい。ですからその辺をね、皆さんね、よーくもう一度考えてみてください。そうなったらどうなるのか。もちろん輸入するでしょう。はい。値段もね、安くなるのか高くなるのかは知りません。でも困るわけでございます。はい、それではね、梱包が終わりましたんで、セブンイレブンでね、出荷していきたいと思います。はい、それではね、今度の、土曜日、11月の1日なんですが、多分これ放送 YouTube でね公開するときにはもう終わってると思うんですけど、はい、出張リサイクルショップね、やりますんで、ちょっと荷物をね、向こうに運ぶ準備をね、ちょっとやっていきたいなと思っております。はい、ということでちょっとね、ダイニングテーブルがね非常に邪魔なんですよまた。はい、ですのでね、これもちょっとフッツラボの方に持ってって、あと上に乗っかってる細かいね、商品も、
ちょっと梱包して、出張リサイクルショップで並べられるようにね、はい、やりたいと思います。ということで、ちょっときれいに掃除していきたいと思います。そうなるとですね、実際ですね、日本のね国内で食べれるものがですねなくなってしまいますんで、輸入に頼らざるを得ないということでございますので、じゃあ、例えば、インドや中国のような人口が非常に大きい国では、作った作物を、輸出するかと言いますとですね、非常に人口が、爆速でいっておりますので、自国で食べるのが精一杯ということで輸入に回すまでもないという状況が増えてしまうわけでございます。そうすると、当然のことながら、輸出するところが限られてきますので、値段も高くなる可能性が非常に高いということでございますのでね、皆さん今一度、よく考えてみてください。食べるものがないんですからね。ということで、はい、それじゃあね、またね、防竹三平さんところに生姜焼き弁当を買いにやってまいりました。大好物でございます。おはようございます。また撮ってます。それとですね、今度11月1日にですね、11月1日にちょっとうちの普通ラボ川名の方なんですけど、の隣でちょっとイベントやるんですよ。富士祭りっつうの。コテランネってとこ？あ、そうそう、コテランネ。あ、そこでやるんですか？そうそうそう。で、そこのうち隣なんで、ちゃっかり出張リサイクルショップやろうと思ってて、やるんで、まあ多分土曜日なんでお休みできないと思いますけど、ちょっとチラシをちょっとその辺にちょっとこうチラッと置いていただいて、でこう取って、はいはいはい。ありがとうございます。すいません。よろしくお願いします。あ、これ？やっぱね、それね。すいません。ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。すいません。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。いやー、今日もね、ちょっと便利屋の仕事は入ってませんのでね。はい、ちょっとこのまま帰って、編集YouTube の編集したいと思います。はい。それとね、フツラボの方にも工具まだ整理しきれてないので、そちらもやっていきたいなと思います。ということで、本日はね簡単でございますが、以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ゲッツ